今日はお惣菜風の春雨サラダを作りました。こんにちは、料理研究家のいかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はですね、お惣菜風の春雨サラダを作りたいと思います。春雨サラダって結構ね、いろんな具材が入ってるんですけれども、それぞれね、とてもね、お安く手に入る食材で作ることができます。そしてですね、春雨がパサつかず、つるっと美味しくなる方法もご紹介していきます。とても簡単に作れますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それでは、どうぞ。それではまず最初に春雨サラダの具材の材料からご紹介します。材料はこちらです。春雨、きゅうり、ハム、きくらげ、卵、白ごま。この卵はですね、錦糸卵にしていきますので、その錦糸卵に使うのがお砂糖、塩、お水、そしてね、サラダ油もね、使っていきます。それでは続いて春雨サラダのタレの材料をご紹介します。材料はこちらです。お醤油、お酢、お砂糖、ごま油、鶏ガラスープの素、おろし生姜、おろしニンニク。こちらの材料でタレを作っていきます。調味料のね、数は多いんですけれども、どれもね、手軽に揃えられる材料かなと思います。それでは早速こちらの材料で作っていきます。まず最初にタレを作っていきます。お鍋に醤油、お酢、お砂糖、そして鶏ガラスープの素、おろしニンニク、おろし生姜。まずこちらを混ぜます。それでは火にかけます。で少し混ぜながら加熱してひと煮立ちさせましょう。そうするとね、お酢のツンとした酸っぱいのがね、飛んでいきますので、まず沸騰させていきます。はい、沸騰しました。沸騰したらちょっと弱火にして30秒ほどこのまま加熱します。そうするとお酢のツンとした感じが取れて全体的にまろやかに仕上がります。はい、 OK です。それではですね、一旦こちらを冷まします。続いて具材を作っていきます。まずはじめに春雨を戻します。春雨が浸かる程度のお水をフライパンに入れていただいて、こちらをまず沸騰させます。春雨はね、ちょっと冷めると硬くなりますので1分追加で戻してみてください。はい、水が沸騰しました。今回私が使う春雨は熱湯に浸して戻すタイプですので、沸騰したら火を止めます。春雨を入れます。熱湯に5分つけて戻すタイプなので6分つけていきます。茹でて戻すものもありますので、ご購入された袋をね、ちょっと見てみてください。はい、じゃあこのままね、つけたいと思います。はい、今6分経ちました。6分経ってきちんと戻ってれば OK です。それではこちらをね、水洗いして冷ましたいと思います。はい、これで OK です。で、しっかり水を切っていただいて、春雨をね、一度このまましばらく水を切っておきます。はい、それではこちらね、水を切った春雨です。春雨もね、ものによって長さが違うんですけども、これね、ちょっと切りたいと思います。食べやすくね、するためにこのように適当に並べていただいて、だいたい2回ぐらい切ります。よいしょ。はい、こんな感じで OK です。はい、続いてきくらげですね。きくらげはここにお水またはお湯を入れて戻します。で、お水ですとだいたい20分ぐらいで、お湯を使っていただくと10分から15分ぐらいで戻ると思います。ではね、このまま水に浸しておきます。はい、きくらげが戻りました。そしたら大きさ同じぐらいのものを揃えて、でこちらを千切りしていきます。はい、きくらげはこれで OK です。このようにね、細かく細めに切っておきましょう。はい、続いてきゅうりを切ります。きゅうりはまず両端のヘタを取ってください。はい、まずきゅうりを斜めに切ります。薄切りです。結構ね、幅広めに切ってください。そしたら細切りしていきます。はい、きゅうりはこんな感じに切りました。きゅうりはですね、水が出るので、こちらね、塩もみして一度きゅうりの水分を出したいと思います。こちら分量外ですが塩ですね。で、軽く揉みましょう。30秒ほど揉んでいただいたら、このまま10分置きます。きゅうりが10分経ちました。そしたら一度水洗いをしてしっかりと水を切りましょう。はい、このようにしっかりと水を切れば OK です。続いてハムを切ります。で、ハムはね、まずこれくっついてるので1枚ずつね、取りましょう。で、また重ねちゃって OK です。
はい、一旦剥がしてまたくっつけて、まず半分に切ります。そしたらこちらもね、細切りしていきます。はい、でちょっとパラパラーっとほぐしておきましょう。はい、ハムはこれで OK です。続いて錦糸卵を作っていきます。まずボウルに卵を割り入れてください。でこの錦糸卵を作る時に卵1個に対して大さじ1杯のお水を入れると、とても柔らかくてしっとりとした錦糸卵を作ることができます。ここにお水大さじ1と、あとはお砂糖2つまみぐらいですね、と塩は1つまみぐらいで OK です。でこれを混ぜましょう。綺麗な錦糸卵を作る時のポイントは、一度ねこの卵液をこします。そうするととても綺麗な仕上がりになります。これはマストではないので、もしね時間がある時はやってみてください。じゃあこちら一度こします。はい、卵液はこれで OK です。はい、それでは卵を焼いていきます。まずフライパンにサラダ油です。そして薄く伸ばします。でこの時ね油が多いと焼きムラになったりするので、薄く伸ばしましょう。それでは火にかけます。そうしましたらフライパンを20秒ほど加熱します。で火加減は中火です。卵液を流し入れます。フライパンを回します。でこのようにぐるぐる回して、上の卵液が動かなくなるまでこのように回しながら加熱していきます。で動かなくなったらフライパンを置いて、火加減強火にして10秒加熱します。はい、そしたら火を止めます。で火を止めてこのまま1分待ちましょう。はい、今1分経ちました。そうすると見てください。このように周りがねペロペロっとちょっと縁が剥がれてるの分かりますかね。はい、こんな感じになります。そうしましたら、この剥がれてる縁の部分を持っていただいて、ペロペロペロっとやけどしないように剥がします。そして裏返します。あとはですね、30秒ほど余熱で火を通します。はい、それでは薄焼き卵を細切りして錦糸卵にします。これを3等分かなくらいにしていただいて、で重ねます。で半分に切ってパタッと折りたたんで細めに薄切りしていきます。はい、卵はこれで OK です。はい、それでは具材を合わせていきます。まずボウルに春雨ですね。はい、メインの春雨。そしてこの中にどんどん具材を入れていきます。続いてハム。そしてしっかり水を切ったきゅうりですね。そして卵。そしてきくらげ。で、最後ね、白ごまです。ここに冷ましたタレをかけます。タラタラタラーっと。はい。最後ごま油ですね。そしてこれをよく混ぜましょう。でこの時ね、きゅうりとかあと春雨の水分があると味がねぼやけてしまったりするので、しっかりと水は切ってください。はい、このように混ざりました。でこちらねちょっと分量外なんですけど、これからちょっと暑くなってきてね、辛いものとか食べたくなる時期かなと思いますので、お好みでこういったね唐辛子入れていただいても OK です。でこれはねお好みなので、お子様が召し上がる場合とかはね入れなくて大丈夫です。で今回私ちょっとね入れたいと思います。彩りにもなるかなっていう感じですね。でこれで混ぜます。このまますぐ召し上がっていただいても大丈夫なんですけれども、一度ラップをしていただいて冷蔵庫で1時間冷やしていただくと、より味がギュッと染み込みます。なのでこちらを冷蔵庫で1時間冷やします。はい、これで春雨サラダの完成です。こんな感じに仕上がりました。今回ですね、最後鷹の爪入れたのと、あとトッピングで白ごまと、あとは糸唐辛子ですね、こちらを最後にトッピングしました。これはお好みで OK です。それではいただきます。美味しそうですね。はい、ではいただきます。すっごく美味しいです。とても味わい深いです。そして春雨もツルッツルでプリップリですね。春雨サラダってほんと美味しいですよね。メインのおかずにもなりますし、あとちょっとなんか欲しいなっていう時にはすごくいいかなと思います。
ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の春雨サラダのポイントです。まず春雨の戻し方についてなんですけども、こちらはね、今回私が使ったのは熱湯に5分つけて戻すものになります。熱湯で戻すものと、あと茹でながらね、戻していくものがあるかなと思いますので、それぞれの種類で対応してみてください。ポイントなのが、袋に記載されている茹で時間または浸す時間プラス1分追加してください。そうすることで冷めてもね、パサつきもなく美味しい春雨に仕上げることができます。あとはですね、今回結構調味料の種類は使ってるんですけれども、どれもね、手軽に手に入るもので作ってます。そしてですね、今回春雨サラダの具材に入れた錦糸卵についてなんですけれども、まずですね、卵液をこしていただくととても綺麗な錦糸卵を作ることができます。その次にですね、卵液を流し込んで、その後強火で10秒加熱してください。あとはもう火を消してそのまま1分経つと周りが剥がれてきます。なのでそちらを持って裏返すととても簡単で綺麗な薄焼き卵を作ることができます。で、その後ね、千切りにしていただければ錦糸卵になりますので、ぜひこちらの方法で作ってみてください。そして今回ね、鷹の爪も入れてます。これね、突然ちょっとピリ辛にしようかなと思って入れたんですけれども、お子様が召し上がるときはもちろんね、唐辛子はなしで作っていただいて OK です。あとはもう具材を切って混ぜるだけなので、とても簡単に作ることができます。今回の分量でいくとどのくらい食べるかにもよるんですけれども、だいたい4人分ぐらいになります。ご飯のおかず、お弁当のおかず、そしてお酒のおつまみにもぴったりかと思います。とても簡単で美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は春雨サラダを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。